スパイエアマサラカスパイエアマサラカそれ飲みすぎいや飲んでないんだよスパイエアマサラカスパイアこんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていくんですが、はい、今日は特別会ということで先週はい1月12日日曜キャナルシティ博多サンプラザステージで FM 福岡アナウンサーの愛知さんと行った公開録音の模様をお送りいたします、はい、ということで先ほど、はい、キャナルシティ博多サンプラザステージでの公開録音が終わったばかりで、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。キャナルね、楽屋というか控室で、はい、からお送りしております、はい、いや良かったんじゃないですか。成人式の方ね、ね、新成人の方もいて初々しさもありつつ、なんかこう福岡のアットホームななんかね、ほんわかしたこうゆっくりないや良かったですね、すごく感じも出て、すごくなんかね3回でだったっけ、3回までか。あ、はいはいはい、1回2回3回、ね、あれ4回になるんじゃない？だって3列あったもんね。ああ、そっかそっか。そうだから4回ですよまでね、人もしっかり見てくれて、すごくなんかやっぱオレンジ届いてんねと思ったっすね。ね、赤のなんか景色でしたね、こっちから見たら。まあじゃあ聞いていきますか。はい。まあでもね、先ほどのジングルもね、まあみんなで撮ったやつね。みんなで撮ったやつ。元気だったね。元気だったね。それでは公開録音当日の様子をどうぞ。この時間のスペシャルゲスト、スパイエアの陽介さん、健太さんです。お願いします。よろしくお願いします。改めまして自己紹介お願いいたします。はい、スパイアボーカルの陽介とドラムの健太です。お願いします。よろしくお願いします。どうぞおかけください。さあ、もうこんなにたくさんのお客さんが足を運んでくださいました。ありがとうございます。寒いですね。ありがとうございますね。ね、本当に冷え切っておりますけれども、キャナルシティでの公開録音はこの番組としては初めてですけれども、会場の様子いかがでしょうか。すごくない？ああ、見えてます。皆さん上の方まで、上までね、すごいですね。はい、健太さんは以前インストアライブでお越しになってますよね。はい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 。久しぶりのキャナルシティ博多。はい。どうですか。ここステージ立ってみて。ここでしたっけ、以前やったのって。ここでした。あ、ここだったらしいですね。もうお客さんうなずいてる。こんななんかすごいところだったっけなと思って。改めて久しぶりに立つとですね、こんな絶景ですね。そうなんですよ。もう会場ぐるっとお客さんがご覧いただけるということですが、陽介さんはね、福岡出身で。キャナルシティはもうお客さんとしてもお越しになってましたか？だから映画をね、そこでよく見てました。映画館に。本当ですか。このステージに立ちました。今日はね。すごい同い年だ。久留米から来たよ。98年生まれですというね。同い年だ。俺98年。同い年だ。地元も一緒でいいですね、いいですね。なんか地元感がね漂っておりますけれども、福岡らしいですね。なんかね。そうですね。今日ちなみに新成人18歳もしくは20歳の方もお越しいただいてて、ちょっとね何人かいらっしゃると、ステージの一番前の方におめでとうございます。素晴らしい。18歳ですか？20歳で。じゃあ明日成人式。今日終わってきたんだ。今日終わってきてくださったんですか？ほやほやだ。本当ですか？ほやほや。おめでとうございます。おめでとうございます。あとね、こちらにも、そちらにもお二人おめでとうございます。18歳、20歳で成人式は明日。今日終わってきた。今日終わってない。行ってないか。行ってない。そういう選択肢もあるよね。そう。まあね、それぞれね過ごし方が。明日の人は今こんなところにいて大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫。もうね、何よりも大事ですもんね。今日のイベントがね。本当にね、皆さんおめでとうございます。さあ、そんなね成人の日を目前にした今日お届けしているスパイエアのバサラカ公開録音ですが、まずは公開録音限定コーナーをやっていきたいと思います。それでは陽介さん、タイトルコールをお願いします。はい。福岡文化を問うて見抜け。なんだこのコーナーは。はい、スパイエアのバサラカ FM 福岡で放送が始まっておよそ半年ということで、愛知県出身の健太さんも、かなり福岡文化のことを以前よりも知っていただけたんじゃないかなと思っております。福岡にいる人よりも知ってるんじゃないですか。教え込まれてますからね。かなりね、もうツアーでも何十回とお越しになってると思いますか。だいぶ知ってますよ、もう。はい。ただね、もっともっと陽介さんの地元福岡を愛していただきたいなと思いますので、今から私が
福岡人なら嘘か本当かすぐに分かる福岡の文化や方言を紹介します。なるほど。ねえ健太さんはそれが本当なのか嘘なのかを陽介さんに問うてみてはい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 当ててください。わかりました。そういうことです。俺がポンコツだったらそうです。ダメってことか。陽介さんにかかっています。でちなみに私も福岡出身です。ずっと福岡におります、私と陽介さんは今から出てくるお題をもう嘘でも本当にあるものとしてはい健太さんに紹介するので、はいなるほどで途中で出てくるボロをいかに見抜けるかという。わかりました。でも今日こんだけねいっぱい福岡の方がいらっしゃるのであれば、はい多分どっかでボロ出るんじゃないですか。多分ねじゃあだから皆さんもね、分かりやすいリアクションとかちょっとね控えてくださいね。ぜひ見守っていただきたいと思います。じゃあそれでは準備はよろしいでしょうか。はいはいそれでは参ります、福岡文化を問うて見抜け第1問。福岡には語らせてという方言がある。飾らせて語らせて語らせて、語らせて、はいあれだね、早かったね今。あ語らせてっていうこう本当あるね、まあありますもんねこれは。ありますある。語らせてっていうのはちなみに、その意味としてはどういう意味なの？これ使い意味例文で出しましょうか。こんな感じで使うっていう感じであー意味を教えずに。じゃあ俺やるわ。うん。愛知さんがじゃあすごい3、4人で遊んでます。はい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 で俺がすごい暇ですと。はい。学校で。うん。でなんかこうじゃあカラオケ行くみたいなね。はい。あ話をしてるってことね話。はい。カラオケちょっと俺も語らせてくれん？おーいいよいいよ。やった。それ自分もそこに入れてっていうことですか？これは。はい。輪の中に入れてくれっていうのを語らせてっていうこと。はい他に質問があればぜひ。じゃああれだよ、みんな来てる人たちが黙るのなしだと思うよ俺。あなたたちのあもう見てるからね。分かっちゃいますでも多分これあるでしょ。早かったもん、語らせてっていうその俺がなんて言ったっていうのに対しての語らせてっていう。またすぐこうやってさメタ読みするじゃん。もうほんと食い気味で来たからさ。もう陽介さんのこと分かり尽くしてますからね。もうね多分自分が知ってるっていうことにいち早く反応したかったんだと思う今のは。陽介が出ちゃってたから今。いやまあ嘘でもねあるものとして紹介しますよっていうこれコーナーなんで。はあります。まあ俺も知ってたんでなんなら。はい。本当ですか。はいじゃあ今乗っかってみただけです、この企画に。うわ知ってましたね。これじゃあまはありますあ改めて嘘か本当か健太さんお答えください。本当です。さあ果たして答えはでしょうね。これ陽介さんうん。やっぱりリアクションがい大事ですね。あれですね。そうですよ、うん早すぎました。はい早速ダメ出しされてるそう。早すぎたねからもう一発目で分かりましたね。まあちょっとね第1問ということでここから頑張っていきましょう。じゃあ続きまして第2問。福岡にはステンポテンという方言がある。ちょっと待って、もう一回言ってください。福岡にはステンポテンという方言がある。ステンポテンね。はいステンポテンはこれあるでしょ多分。あるあるある。あるね。ちょっと待ってこれないな。これないな。あるよ。あいろいろ通ってみてください。使うよね。ないな。使うよね。使います使います。ステンポテンっていうのはもうすごい僕のこれはさすがに聞いたことなかったんですけど、初見聞いた感じはなんだろう。でもこんな場所にいるよ今ステンポテン。どういうこと？ほら水色のマフラーの子今ステンポテンしてる。水色の女の子が？はい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 。マフラーのこと？いやステンポテンしてるじゃんステンポテン知ってる？ステンポテンしてる？はいじゃあ行動のことなんですか？ステンポテン。座ってるそう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 ステンポテンって。そう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 。よね。ちょもっとねうまさに今はいあの子はステンポテン。ごめんね。今そう例題ね出してごめんありがとう。ね。ステンポテンして可愛い女の子がいます。ステンポテン。みんなもステンポテンしてるってこと？これは座ってるってこと？だからあれだよ。ちょっと旬座りなんていう。旬座りこうじゃなくてこうみたいな。リラックスして今ね地面に地面に座って座ってることをステンポテンっていうの？こんな感じ。そういうこと？今ね首かしげながらこう陽介さん座ってますけど、はい。じゃあこの中にはあの子ぐらいだったってことだね。ステンポテンだったステンポテンそうですね。じゃあよろしいでしょうかいいっすよ健太さん。はい。福岡にはステンポテンという方言がある。嘘か本当かお答えください。どうぞ。嘘です。ちょっと陽介さいやこれは違いますよ。これは陽介もありましたけど、ん。はい。愛知さんも2人の会話のやっぱギクシャク具合がすごかった。
どう乗っかるかをあいつさんは探してたし、確かに。そう次で挽回しましょう。もう一問いきましょう。ちょっと騙してくださいよ、僕最終問題用意してますからね。はい。もう負けないですよ。次はもう健太さんを騙し抜きたいと思います。それでは第3問こちら。福岡県民はお雑煮に入っている餅を取り出してきな粉をつけて食べる。これはね。ちょっと待って、みんなのシーンってなり具合すごかったね今。いやもう会場も一体、緊張感がすごかったんですけど。いやもう会場も一体となって今健太さんに、ね、挑戦してます。誰一人としてリアクションしなかったはい。これはね陽介さん、どうですか、いろいろ問うてみてください、陽介さんに。今の段階で分かんないのは初めてですね、この3問目にして。ちょっと待って、お雑煮に入ってるお餅を一回出すんですか？そうです。で再度きな粉につけて食べるってこと？自分でそう食べる。きな粉いっぱい余るもん。まあ余るね、確かにそれはまあ確かに余る。それじゃあ別皿が用意されてくるってことですか？きな粉ってさタッパーに冷蔵庫で入ってない？家によるんじゃない？家庭によるんじゃない？入ってないんですか？入ってないよ。入ってない。ちょっとこれ福岡だけなのかな？なんかな入ってるもんだと思ってたよ。どういうことどういうこと？だってきな粉は家の冷蔵庫になんかこのぐらいのタッパーでポンって置いてあるでしょ。きな粉が。でいつでも取り出して食べられるようになってます。買った袋のままじゃないんですか？うちはタッパーだった。タッパー。大体タッパー。これお難しい。客さんの表情を舐めるように難しいな健太さんが見てますね。どうです？もうじゃあそのタッパーがうんその一緒に出てくるってことですか？そうです。そうでそこにちょっと待って。だからそこで食い切る自信があるのであればタッパーから出してもいい。そういうことね。でそのお雑煮のお出汁がさきな粉についちゃってそう広がっちゃうじゃん。タッパーの。で他に普通にきな粉餅として食べたい時とか。まあそのまま行きたい人もいるしね。そう。じゃあちなみに何ベースなんですか？お出汁というか醤油ベースなのかだしベースなのかとかいろいろあるじゃないですか。まあ福岡あごだしがね結構多いかなと思います。まあこれもお出汁は地域によって違ったりするかもですね。でも割と福岡って甘いじゃないですか。醤油とかも甘いし、まあ確かにだし自体も甘いし、でそれ考えるときな粉ってね合う気はするよね。そうですね。だしに入って。そう。これむずっ。はい、じゃあそろそろ聞きましょうか。健太さんよろしいですか？いいっすよ。福岡県民はお雑煮に入っている餅を取り出してきな粉をつけて食べる。嘘か本当かお答えください。嘘。ちょっと洋介さんそんな悲しそうな顔でこっちを見ないでください。待って嘘なの？嘘ですよ。俺なんか食ってた気するけど。ちょっと待って話が変わってきました。食ってた気がする。これ一応、福岡県にはない文化なんですが奈良県では、味噌味で煮たお餅を引っ張り出して甘いきな粉にまぶして食べるきなこ雑煮というものが本当にあるということで。洋介さんやってたんですか？いやなんか審議入りかもこれ。きな粉餅食う時はなんかお餅ツルツルだったから多分液体に入ってたやつだと思うんですよ。じゃあ雑煮なのかな。雑煮から俺出してつけてだから難しかったんだね。雑煮嫌いだったもんだって。それはできな粉をしいたけとかいっぱい入ってるからもうお雑煮自体がそんなに好きじゃなくて。なるほどね。でもじゃあその自分でお雑煮から取り出してきな粉につけたことはないってことでしょ？あるかもしれない。これはちょっと審議が難しくなってまいりましたが、福岡にある文化かと問われるとないと。洋介さんが個人的にやっていたかもしれないことだと。じゃあこれ来てる皆さんがやってたよっていう人手挙げてください。ほらやってた人いた。ただ一人いらっしゃいました。いる？あれは美味しいですよね。ほら美味しい。好みとしてやってた感じですか？好みだからじゃあこれ文化じゃないです。文化じゃないです。文化じゃないので健太さんの勝ちです。ありがとうございます。ちょっと洋介さん弱々でしたね私たち。いやでもこれ最終問題はやっぱ難かったです。洋介は多分本当にあると思って言ってるから。確かに。でもなんかね洋介の発言と会場の温度感がすごい違ったのと、あと1問目出たじゃん。その瞬間にこれ全員ピーンってなったでしょ。静かにスッってなったじゃん。
あこれ嘘だって全員思ったからだと思うの。もうこれ健太さんの洞察力が勝ったっていうことになりましたいや信じてよかったです、自分の感覚を。はい、危ない。さすが陽介いやー騙されるところだった。健太さん騙すのちょっと難しいですね。なかなかむずいっすよ。ちょっとこれどっかでリベンジしましょう。はいしましょうしましょう。ね、ぜひリベンジしましょう。面白はいい、これということで福岡文化を問うて見抜けのコーナーでした。ありがとうございました。スパイエアのバサラカ。さあということで福岡文化を問うて見抜けというコーナーはいをお届けいたしましたが、これはちょっとあれかな。どうでした？俺おもろかったよ。あ、そう、俺が分かりやすすぎたのかな。そうだ、なんかね。俺やっぱこうひねろうとしちゃうと噛んじゃうから。そう噛んじゃうしなんだっけ、すってんぽろんだったっけ。すってんぽろん。ステンポテンか。うん。あれもとりあえずもう目をキョロキョロしてるから、何か情報がないかと思ったら、ちっちゃい女の子がね、座ってたね。そうステンポテンしてたから、何なのステンポテン。でもねじゃああれね、女の子を指名した段階で、マフラーのことをステンポテンって言うっていう設定だったら俺はちょっと分かんなかったなって思う。マジうんステンポテンって聞いたらなんか、ポテンってなんかこうなんだっけ、あれだからその発想が陽介っぽいなって思ったの。いや福岡の方言って意外とそのフィーリングから取ってんのよ。フィーリングとかそれ本当今さ自分あと音とか。あなたの感想ですよねそれは。いやでもなんかほらさ、はいはいしちゃかちゃとかさ、何しちゃかちゃはあるの本当に。しちゃかちゃしっちゃかめっちゃかみたいなこと。そうしちゃかちゃって違うそれしっちゃかめっちゃかから取っただけでしょ。しっちゃかちゃは違うの。でしちゃかちゃの上位互換もあるしね。何それ。ガッチャンシッチガッチャしガッチャンシッチそれはある？ないじゃん。あれないじゃん。それは本当に陽介が使ってた言葉なの？親父が使ってて。ちょっと親父さん呼んできていいこれもしかしたら親父さんかもしれないね陽介の。俺の方言のこのあれがそうそういうことか。いやでもこれおもろかったよ俺は。ちょっとやりたいねこのさビジュアルが実際にさ来た人は俺らのさその表情とか見れるわけじゃん。あれがやっぱあった方がそれよりさ面白みは伝わるから。これは2人でやるときは面白くないと思う。面白くないと思う。何をしてんだろう。そう公開の時またやりたいなと思った。やりたい。だって3問目に関してはさ問題が出た段階で会場全員がピーンって緊張感走ったのよ。キャナルのさずっとガヤガヤしてたじゃん。ワシャワシャワシャっつって人も多かったからで俺ら喋っててわーとかみんななってたじゃん。ですって言われた瞬間にシーンってなったの。あれは来てたお客さんが悪い。あれは分かる。だって俺は本当だと思ってたからね。そうだからそうなの。最初にこれ会場が嘘を悟られないようにしなきゃっていう空気になったなって思ったの俺。ただ陽介の話聞いてたらマジ本気の目していやあるんだよこれって言ってるからこれどっちと思ってそれで俺はね揺さぶられた感情。俺が間違ってた。そうあれだからいい問題だった。よかったね。じゃあ続きの様子も見ていきましょうか。聞いていきましょうか。公開録音当日の模様をどうぞ。さあ、今日はですね明日が成人の日ということもあって、新成人の方も会場にお越しいただきました。これから大人の仲間入りをする皆さんなんですが、大人になればそれだけ悩みもねたくさん増えてくるかなと思います。ということで、人生の先輩となるお二人に悩める新成人の皆さんやすでに成人済みの方のお悩みを聞いていただいて解決してもらいたいなと思いますので、ではおなじみのコーナーのタイトルコールをお二人お願いします。陽介健太のお悩み相談。よいしょ。さあこの時間からは会場の皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今日ね公開録音にお越しの会場の皆さんに事前にお悩みアンケートを取らせていただきまして、皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございます。陽介さん健太さんがステージ上で生で、答えていただきます。それでは、まずお一人目、北九州市からお越しのレンレンさん、新成人の方。先ほどもねありがとうございます。もしよかったらステージ上にお越しになりませんか。どうぞこちらへ。おめでとう。どうぞ皆さん拍手でステージへお送りください。どうぞこちら陽介さんのお隣の方に。すごいいいな。素敵ですね。フレッシュですね。改めて成人おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあせっかくですのでお悩みをぜひ直接お二人にぶつけてください。どうぞ。
自分この後同窓会があるんですけど、ちょっとお酒で悪酔いしそうなんですけど悪酔いしない方法を教えてください。なるほどね。なんか言ってなかった最近。俺ねそれこそ何日前でしたっけ、2日か3日前にそれこそ共通の知り合いと夕方5時から夜の12時まで日本酒をしこたま飲み上げたんですよでそこからもう一軒行ってみたいなで3時ぐらいに帰ったんですけど、次の日全く二日酔いにならなくて、すごい。俺はとあるやつを1個したの、はい、まずドラッグストアに行って503っていう漢方薬があるんですよ漢方ね。漢方。それをとりあえず飲む前に飲む、で飲む時もやっぱりお酒頼むとそれしか出てこないじゃないですか。でも基本的にお店ってさ、お水頼んだらお水出てくるじゃないですか、だから飲んだ量と同じくらいの水も一緒に飲むっていう、はいはい、素晴らしい。体の中をねこう、だからアルコールをなるべくためないようにする、体の中に。そして余裕があれば締めをちゃんと食べる、米とかラーメンとかうどんとかすれば大丈夫大丈夫。これはいや間違いないですね。間違いない。はい、僕は飲んだ量の倍以上の水を飲んでるんではい、基本的にはやっぱ多分漢方とお水と、あと元気な気持ち、楽しむ気持ち、それがあればきっと次の朝はすっきりと起きられる。ついつい楽しむとさ飲んじゃう時はあるけど、結局潰れてしまったらその記憶も全てなくなってしまうじゃないですか。もうすぐ寝るからね、陽介早いからもうそう、ああいうの結局覚えてないのもったいないじゃないですか。それこそね、この20歳の成人式の同窓会とかってなると、だからどうした方がいい、たしなむも違うか。いやじゃあもう楽しんでお水を飲むを忘れなければ多分大丈夫だと思います。じゃあ今日はドラッグストアによって同窓会行きたいと思います503そうですね、503はい、いや楽しんでください今日も。ありがとうございました。レンレンさんでした。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続きましてラジオネーム長崎の海さんからいただきました。長崎の海さん、いらっしゃいました。いらっしゃいました。どうぞよかったらステージにお越しください。長崎の海さんですが福岡市からいらっしゃいました。拍手。拍手を送りください。ありがとうございます。どうも。ではぜひぜひ長崎の海さん、お悩みをお二人にぶつけてください。私には3歳年上の兄がいて、今東京に住んでいて、性格は寡黙で頑固で扱いが難しいんですね。でも高校時代は野球に一筋で自主練も厭わない姿勢を今でも尊敬しています。ですが、8年以上まともに話をしていなくて、兄との距離感にちょっと悩んでいます。健太さんと陽介さんだったらどうしますか？アドバイスをお願いしますどうする？本気やんどうしよう。8年8年です。すごいよね。何歳から？だから今がちょっと年齢が分かんないからあれなんですけど、今が25なので、だいたい私が高校3年生ぐらいからずっとあんまり連絡してない。挨拶とかはするんですか？挨拶もあんまり挨拶もしない。あんまりでじゃあもう寡黙なお兄さんは黙々と自分のタスクをこなし、はい。いやでもさってことなんだ。結局人間って無理しちゃいけない生き物じゃない？だからなんかそういうさ、いくら家族だからっつってこう家族だからこう何か全部みたいな、っていうわけじゃなくてもいいと思うんですよ、僕は。だから別になんかこう自然に多分そういう会話するタイミングが多分また来るとは思うので、なんかその時にね別に多分普通に話してくれるとは思うので、それはだってやっぱ家族だからね。そうだね。いくらなんでもやっぱそれは大事な家族だと思うので、だから別にそれはなんだろう、こう無理してどうしようっていうよりかはなんかこう多分時間が解決してくれると思うよ。まあね、イベントごとというかなんか誕生日とかそういう時もう喋らないですか？もう喋らないです。じゃあ1個誕生日プレゼントあげようよ。こちらから1回ね。さすがにそれはありがとうってなるね。ありがとうみたいななるじゃん。でまあみたいな、なんか今までなんかそういうあれもなかったからみたいな感じでなんか一個ね、なんかいいかもね、そういうプレゼントをあげてみたりとかして、一回こちらからなんか分かりやすいアクションでいいと思うね。
いいと思う。なんか変にこう何を話そうとかじゃなくて、まあ普通にはいみたいな、そうぶっきらぼうでもいいからね、上げてみるのはいいと思う。そうですね、会話のきっかけになるかなと思いますけど、どうですか？何かプレゼントをしてみようと思います。ぜひキャナルシティで何か買って帰ってください。素晴らしい。こちらでね。抜かりないですよ、すけさん。本当ね、楽しいお店いっぱいありますから、ちょっとね、ぜひどうなったかはバサラカにメールでお寄せください。私とお願いします。わかりました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、話せるように願っております。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。はい、ということでね、お二人には素晴らしいアドバイスをありがとうございました。はい、ありがとうございます。番組の方でもね、陽介健太のお悩み相談やっておりますが、結構ね、幅広いお悩みがたくさん幅広いっすよ。ね、いや本当っすよね。届きますが、まあ厳しい健太お兄さんと優しくフォローする。厳しいんすかね。厳しかないですよ。バスバス切っていく健太お兄さんと。そんなことないですよ。結論と理論みたいな感じ。でも言えてるかもしれないです。でも本当にね、ためになるコーナーなので、ぜひ皆さん番組の方にもメッセージをお寄せいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。スパイアのバサラカ。はい、ということで今日は先週1月12日日曜キャナルシティ博多サンプラザステージで行った公開録音の模様をお送りしました。はい、ありがとうございました。いや楽しかった。楽しかった。総じて楽しかった。総じて楽しかった。陽介のやっぱこう雨回避男パワーで回避はしたから。回避はしたね。ただその分やっぱカラッとしちゃうから寒さはよりね。マイクがあんな冷たいって思わなかったわ。びっくりした。あれさ、一応ポッケにカイロ入れてたじゃん。はい、入れてた。ギター弾からさ、で顔も叩くじゃん。だけどマイクを握ることによって結果的にどっちかの手を犠牲にしなきゃいけないっていう。わかる。そうだよね。そうだから俺途中で代わりバンクしてて、だからそのずっとその台本見ながらさ、演奏いつだっけと思ってその演奏の時間になるにつれてじわじわと俺を左に持ってたマイクを右手に移して左手をポッケに入れるみたいな。やってたな。俺も北海道をこうマイクにつけてみたんだけど、マイクが冷たすぎて北海道が冷えるスピードが尋常じゃなかったもう冷たいと思って。いやでもそんな中ね、皆さん見てくれたんでね。いやありがたかったですね。本当にまたなんか機会があればちょっと過ごしやすい時にね、次はやれたらいいなと思っております。今日も番組を聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。来週は通常回をお送りしますのでお楽しみに。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とスパイアドラムの健太でした。それではまた来週。